こんにちは、磯貝和樹です。この度、バッカスから自分の監修したモデルを出させてもらうことになりました。この動画では、この監修モデルの特徴などを、紹介していきたいと思います。BST タイプっていう、バッカスからも出てるモデルがあるんですけど、それを元に、自分なりにこうしたらああしたらみたいな感じでアップグレードして、今回作っていただいたんですけど、なんでこのモデルを作ろうってなったかっていうと、基本初心者の方とか、ギターを始めて次のギター何にしようかなみたいな人とかに手に取って、もちろん僕もこれ弾いてすごい感触すごいいいんですけど、前百瀬からシグネチャーを出したんですけど、やっぱちょっと値段も張るんですよ。結構高くなるんで、なるべく何十万円って超えないように、超えないけどちゃんと音がいいっていうものを作りたいなと思って今回、こういう話をさせてもらったんですけど、バッカスから出てる BST モデルをベーシックに作ってて、結構違うところが多いんで、それを説明していきたいと思います。特徴的な部分、ここはもうほぼ一緒ですね。 BST タイプとで、ここにですね、僕のロゴが入っちゃいました。和樹スワイカスタムってここ書いてるんですけど、百瀬から出した時はこのね、ここに出てたんですけど、はい。でも今回は、こっちに目に見えるところにつけさせてもらえて、もう一個お気に入りの点、これですね、ペグ。この感じ俺すごい好きで、さっきチューニングした時も触り心地っていうんですかね、あと白のこの感じがすごい良くて、あと回した感じ、スタンダードなものよりもがっちりしてる感じが、感覚がありましたね。それであとナットも牛骨になってて発売されてる、スタンダードの BST タイプとはちょっと異なる部分ですね。でネックはローステッドで、これは一緒です。出てるものと一緒でして、で次がストラップピン。ストラップピンは結構これ重要で、僕もライブする時とかになんですか、ロックをしたりとか、こういうゴムのここにつけて外れないようにするんですけど、あれしてないとギターストラップかけた時にストラップがぐちゃってなっててポロって落ちたりして危なかったりとか、ギターゴーンってなったりとかするんで、普通のものは危ないですけど、これは、ちょっと太めになってて、ゴム製のこういうロックとかしなくても多分これ落ちないですね。大きめのものを落ちないようにつけてます。僕の持ってる、シグネチャーの百瀬と同じタイプのものを、使っております。結構本当落ちないですね。落ちないですけど気をつけてくださいね、一応。はい、そこはもう自己責任です。次はですね、内部になってくるんですけど、このピックアップと、この本来ここにノブがあるんですけど、これがスイッチに変わっているところを紹介します。まずシングルハンバッカー、SSH ってよく言うんですけど、 BST タイプ発売されてるスタンダードのやつも一緒の SSH なんですけど、本来ここって同じものが乗ったりするんですよ、シングルコイルが。でもここをハンバッカーにすることによって結構ロックとかでディストーションっていうか、歪みガシャーンみたいな曲とかディストーションでストーリーする時って大体このブリッジのピックアップ、リアのピックアップで弾くことがあるんですけど、その時にやっぱシングルだとやっぱどうしても細くなっちゃうんで、こういう面ではここにハンバッカーがあるっていうのは結構良かったりしますね。僕も好きで、特に現場とかでギターの持ち替えができないような曲の間とかがあったりすると、本当はねハンバッカー用のやつとかもあるんですけど、そういう持ち替えが結構大変な時とかはもうこういうのあると楽っす。でピックアップはですね、アルニック5というものを使ってて、スタンダードの BST タイプとさっき比べたんですけど、キラッとしてるというか艶があるというか、バンドの中で存在感というか、ちゃんとレンジ分けされるような音域にいってくれるって感じがしましたね。なんで結構リッチな感じがするというか、そんな感じですね。ここもこだわって、やりました。そしてこの謎スイッチ、今この、オンオフっていうんですかね、2箇所に動くんですけど、大体これが普通ですね。今現在これ普通なんですけど、これ上げることによって何が起きるかっていうと、ここのピックアップ、フロントとセンターのこのシングルがハムになるっていう、これしてさっき聞いたんですけど、
ハムバッカーの音みたいな感じになりますね。でパワーも上がるんで、ちょっとブーストされる感じ、音量もちょっと持ち上がるんでハムになるんで、結構こうゴンって感じの音になるんで、例えばこうペダルをエフェクターをなんか踏むとしたら、ちょっとこうトレブルな部分をついたりとかするとすごい抜けてくるなっていう印象ありましたね。このスイッチをオンというか、上にすると、こっちがハンバッカーみたいになってブーストされる感じというか、ハンバッカーのサウンドが得られるっていう感じですね。あとはペダルでこう自分の好みのサウンドに近づけていくっていうのもすごいいいと思います。気になるサウンドチェックしていきます。まずこういうタイプのギターっていうのは、まずこっちから僕はするんですけど、まずじゃあ一旦こうフルでいってみますね。はい、キラッとしてる、さっき言ったリッチ感というかギラつきというんですかね、キラッとしてる感じが出ますね。じゃあ次ピックアップ変えてみましょうか。はい、こういうハーフトーンの音がします。はい、センター。このピックアップですね。いきます。いいですね。じゃあこっちのハーフトーンやってみます。はい、いい感じですね。ちょっと R&B 感の音がしますね。はい、じゃあ最後こっちですね。リアピックアップ。この流れでブースターも踏んでみますね。まずブリッジピックアップからドライブサウンドやってみます。
ますね。こことここのハーフトーン。じゃあセンターいきます。じゃあ次はフロントセンターのハーフトーンいきます。結構ここにするとノイズはなくなります。はい、じゃあ、フロントピックアップいきます。はい、じゃあ、さっき言ったフロントと、センターの、ミックス、ハンバーグなんですけど、ブースター的な感じですね。ブースターを、入れてみたいと思います。はい。じゃあ、ちょっとブーストオフ、普通の状態とちょっと一回聞き比べてみますね。聞いてみて、今エフェクターは何もつけてないんですけど、アンプだけの音で、こっちにするとやっぱりブース
ト感がやっぱあるんで、ブーストされてるんでやっぱ音は完全に太くなる。僕のその、感覚だと、そのライブをする時にシンガーがいたりすると、バッキングの時はやっぱ普通のモードというかにしてバッキングをやったりとかして、ソロとかする時にこのスイッチを入れるとパワーが出てくるんで、こういう使い分けはするのはいいですね。なんかエフェクター使わずにクリーンブースター的な感じもあるというか、僕だったらこっちでまずいい音を作って、こっちのトーンでブーストかかってない状態の時にコントロールするのが結構おすすめで、ちょっとこうキラッとした部分が若干なくなるんですけど、ハイパスフィルターっていうものを入れてて、いわゆるそのボリュームのこの落とした時にハイがちゃんと残ってくれるというかものを入れてるので、この結構通常いろんなギター弾く時もそうなんですけど、このトーンに余裕は絶対欲しくて、ずっとフルテンで弾いてる人も多いんですけど、僕はちょっとやっぱ5とかにしてアンプで音を作る。でこの場合はこのブースタースイッチをブースターの中心で音を作ってるとどうしてもやっぱちょっとハイが強くなるので、だからこっちをこうちょっと絞ってちょっと足りないなと思ったらにして、でブーストしますってなった時にはもう全開みたいな。とかにするとこうペダルもいらないじゃんってなっちゃうんですけど、これにプラスペダルエフェクターを買ったりとか自分の持ってるものを試してこうバランス取れるとめっちゃ自分の音が作れると思います。はい、じゃあ次オーバードライブかけた状態でこの、ブーストスイッチオンオフのあるないの違いを弾いてみたいと思います。まずは、通常モードの状態です。じゃあブースト入れてみます。はい、違いはめっちゃありますね。いろいろ紹介していきましたけど、ギターって結構意外と高価な買い物ではあると僕思ってるんですけど、10万円を使う、例えば10万円支払うとかってなかなかこう高額だから結構一生ものだったりするんですよね、ギターって。その100万円のギターでも1万円のギターでも、ギターってこうなんかそういうこうちょっとロマンもあるんで、僕ギター好きだからなんですけど、そういうこう最初に買うギターとかって結構思い出僕未だにあったりするんで、そういうこうギターとかは、次のステップアップで買うギターとかも僕未だに持ってたりするんで、落書きしてますけど、はいでそういうのってこう思い出にもなるので、自分がいいなと思ったものをぜひ買ってほしいし、見た目でもいいですね。例えば僕この見た目はいいですね、これ欲しいってなるのもギターだし、実際弾いてみて音がいい、好みじゃないとかもあると思うんですけど、そういう面ではこのギターとかはこういろんなものができる限り詰めた、なるべく買いやすい値段で詰めたものなので、ぜひ一回いろんな楽器屋とかで置いてると思うので、ぜひ弾いてみたらいいかもですね。このブーストスイッチも体感してもらったり、これなくてもね全然めっちゃいいし、こうなんか使える、ここでこ
こういうの時にこのスイッチ使えるなとか、一回弾いてみてほしいなと思います。なんでちょっとこういうこだわりポイントはありますが、皆さんの好みに合えばぜひ手に取ってみてください。ありがとうございました。